ツなのでいっぱい点数がもちろん入ればこうやってどんどんこうやっていけば絶対勝つんですけど、カーリングはその点数を取ると先行になっちゃうので、その点数を取った後相手が後攻の時に点数を取られないようにしたいんだけど、でも点数取ってくれないと有利な後攻が来ないので、先行でずっと点数を取り続けるのは難しいから、だからこの1点を最小得点の1点をこの取らせるっていうのが実はすごい難しくって、これさえできれば結構もう高校の時にね、なんか2点とかこうやって1点とか取れていけると思うので、この相手にいかに1点を取らせるかっていうのがカーリングの面白いところっていうか、それができないから変に攻めて取られたりとか、あとよく点差いっぱいついてないと不安みたいな、いっぱい点数取りたいみたいな風になってきちゃうと逆にすごい点数取られたりしちゃうので、そのいっぱい点数取ってなくても最後1点差で勝てればいいっていう風にいくまでがなかなか難しくって、なんかジュニアとかはやっぱり点差がいっぱいないと不安でしょうがないみたいななのでその組み立てで9エンド目でもちろんアップして10エンド目に行けるのがもちろん最高だけど、もう最低でも同点で10エンド目後攻、まあまあ1点ダウンで10エンド目で後攻でもいいよねって思えるかどうか、そういうふうに思えたらもうあとはその組み立てをどうにかしていくかっていうだけの話なので、なので1点差で勝てればいいみたいな、で9エンド目に同点で10エンド目に後攻を持てればもう OK っていう考えにいけるかどうかっていうのが実はすごい大事です。よっぽど毎回もう絶対的に出されないようなナンバーワンを取り続けることができたらいいけど、実はそれがすごく難しいので、よっぽど自分たちが決めないといけないのと、よっぽど相手もミスしてくれないときっと難しい。すごいどっちも上手なチームでもやっぱり人間なのでミスが出てくるので、そのミスがやっぱりカーリングの面白いところでもあると思うので、いかにミスをさせるか誘うかっていうところに石を置けるかっていう風にしていくのが、こうやって手で置いてこうやってやっていけるんだったら絶対に点数取り続けられるし、1点上げて2点取るみたいな形も絶対的にできていくのかもしれないけど、こうやって置けないからこそのちょっとしたこういうなんかカチンカチンとかこのミスが出ちゃうからこそのショットの面白さっていうか、ミスありきの競技、それはずっと点数取れてね、ビッグエンドの3点とか4点とか取れればもう安心して勝てるけど、そうじゃないからきっとカーリングって面白いんじゃないかなって思います。なんかその近い点数でも絶対的な有利のこの後攻みたいな、10エンド目のその絶対的有利後攻さえあれば何にも怖くないみたいな。なんか他の競技だったらきっともう絶対にこの時間で絶対にこの点差だったら追いつけないでしょうみたいなのがもう絶対的な安心かもしれないけど、もうカーリングはじゃあ10エンド目の後攻でちょっとだけ勝ってるとか同点とかぐらいだったらもうきっと大丈夫みたいな風に思えたもん勝ちみたいな気がします。なのでいかにして1点を上げるかっていうのと、いかにしてこの10エンド目後攻を持つかっていうことだけを見ているとカーリングって面白いのかなって思います。